あ、ご主人様。もう、お仕事中だったらそんなことしないよ。私もちょっと用事があって来ただけだから気にしないで。うん。ちょっとこれを見てほしいの。だよね。レイハさん。レイハさんって今触覚扱いになってるでしょ。で、直接言うのはさすがに悪いかなと思うから、どうしようかなって。一応国元に帰った方がいいと思うんだよね。お願いしていいかな、ご主人様。すいません。本当にすいません。そうだぞ、トシは気にすんな。あ？そうだよ、文ちゃん。トシが言うならそうするか。本当は三国が平和になって戻っていいって言われた時点で河北に帰ってあの辺りを治めるのに力を尽くすべきなんですよね。てか、うまくいってるなら戻らない方がいいんじゃないか？文ちゃん？とりあえずご主人様から一度話してもらえませんか、レイハ様と。あたいらの言うことなんか聞かないしな、姫。ご主人様ですか。お茶をしていたらお嬢様がレイハ様に捕まっちゃったんですよ。で、円家直伝の高笑いを教えてあげますわとかいう話になりまして。さあ、やってみるのです。
まだまだですわね。ほら、こうもっと腰を入れて。レハ姉様、そこは。ほら、こうもっとクイッと。いや、ちょっとそこやお嬢様。ゴキって言いましたね。レイハ様、ああいう技も使えるんだ。あら、カズトさん、どうかなさいましたの？主様、レイハ姉様がいじめるのじゃ。別にいじめてなどいませんわ。強いて言えば、そうですわね。これはミウさんに対する愛？そんな歪んだ愛なんかいらぬじどうしてこちらを見るんですか、カズトさん。で、何かご用ですの？私はミユさんで遊ぶので忙しいんですの。遊ぶって言った。今わらわで遊ぶって言ったのじゃ。ミユさんとの間違いですわ。絶対に間違ってなどおらんかったのじで、何ですの？ともかくそういうわけで私は忙しいんですの。手短にお願いしますわね。ああ、またお食事会ですの？みゆさんもいかがかしら？レイハ姉様が来るのなら。何か言いまして？何か言いまして？ガタガタブルブル、ガタガタブルブル。主様。まあいいですわ。なんですの？まだ何かご用ですの？兄貴、頑張れ。そうですわね。主に私の尽力もあって。わらわも頑張ったのじゃ。あはは。ああ、そのお礼だというなら必要ありませんわよ。大陸に平和をもたらすのは高貴なる者の果たすべき使命ですもの。いえ、私の運命と言っても構いませんわ。けれど天の与えた幾多の試練を乗り越え、やっと得ることのできた平和、この私に感謝の意をどうしても示したいというならそれを止める術はありませんわ。さあ、存分に感謝の意をお示しなさい。何ですの？河北刺繍の覇者ですわね。そんなこともありましたわね。あの頃の私は輝いていましたわ。そう、あの取り立てて目立つところのないパイレンさんを私の意向でヘイコラ下し、南でキーキーわめく金髪小娘のくるくる髪を関東にそびえる櫓に吊るしてくるくるが戻らないようにしたり。いや、
カントはボロ負けでしたから。そういえばカントではミュウさんとも一緒でしたわね。あの時のミュウさんはどうしたんでしたっけ？確か孫作さんにボコボコに。孫作じゃと。ああ、そういえばそうでしたわね。カタカタブルブル、カタカタブルブル。うん、それがどうかしましたの？レイハー様？トシ、この者は何を言っているんですの？レイハ様？河北刺繍はあのこまっしゃくれたチンクシャくるくる小娘が泣いてほしい欲しいと頼み込むからくれてやったのですわ。ですから天下に平和をもたらした私はこうして穏やかで平和な生活を満喫しているんですの。お分かり？おわかり？カズトはいる？ここにいるぞ。えへへ、タンポポのセリフを取ろうなんて100年早いよ、ご主人様。あ、いたいた。カズト、あなた何ということをしてくれたの？何？ご主人様また何かやったの？ああ、倉庫からつまみ食いとか仕事の合間に昼寝してたとか、そのくらいならすでに報告が上がってますから気にしないでいいですよ。おお、まあどちらにしても報告者の正体は不明ということで。いいけどではないわよ。この間レイハに変なことを吹き込んだでしょ。違うわよ。河北に戻れとかなんとか吹き込んだそうじゃない。そうよ。ようやくあれの防星の傷も癒えてきたところだというのに、あんなのに戻られてはこちらが迷惑するのよ。早急になんとかなさい。ならタンポポも行く。さてどうしよっかな。ふう、あなたもついていきなさい。あの二人だけでは心配だわ。ぎゅいー。ああ、カズトさんですの？何かご用かしら？
それはもうこの私の見事な働きぶりをみゆさんにも見せてあげるべきだろうと思いまして。それにみゆさんはシエレンさんにすでに領地を追われた身でしょう。ならば同じ円家の一員いえ円家の当主としてみゆさんの面倒を見てあげるのは当然の務めですわ。なんという私の慈愛の心。泰山よりも高いその気高く優しい心に私自ら感動で膝を折ってしまいそうですわ。なになに、ふむふむ。大変だね。それはまあなんとなく。タンポポもなんとなくだけどわかるよ。おや、お兄さんもなかなかやりますね。でももうちょっと引っ張った方が良かったね。ですね。おーい、わかりました。この間カズトさんが帰ってから私もいろいろ考えたんですの。そして一つの結論にたどり着いたんですの。やはり河北四州の民はこの私の華麗な帰還を待ちわびているのだろうと。あのくるくる小娘の暴政に涙を流す我が愛しい河北の民たち。その透き通った涙の前では働いたら負けだと思っていた私の浅ましい気持ちなどすぐさま吹き飛んでしまいましたわ。これはどうやったらほどけるんですかね。ここはこうじゃない？ですから私はすぐにでも河北に戻らねばなりませんの。みゆさんも私を手伝ってくださいますわよね。あれ？なんだか余計にこんがらがってませんか？気のせいじゃない？まったくもう一体どういうほどき方をしているんですの？私に任せてごらんなさい。お願いしますだそうです。こうやってこうやってこうでしょ。ここをこうしてこうすればあら、おー、見事な亀甲縛りですね。この私にかかればこの程度ちょちょいのちょいの当然プーですわ。おばさんやるね。
これはごめんなさいね、みゆさん。レイハ様、出発の準備できました。ってお嬢様。ああ、おいたわしい。なんて見事な縛り方をされて。これはレイハ様が？当然ですわ。この私を一体誰だと思っていますの？へえ、意外な人に意外な才能があるものなんですね。私の門出をお祝いに来てくださったのでしょう？なら何ですの？ならその様子をゆるりと漫遊してまいりますわ。なんですって？誰が父と尻も垂れ始めている老いぼれおばんですって？それがどうかしましたの？はあ？なんで私があのくるくる小娘の下で働かなければなりませんの？私の庇護を失い、天津さえあの小娘の下で屈辱に耐えている家屋刺繍の民たち。想像するだけで私の心は悲しみに押しつぶされそうですわ。戦うしかありませんわ。そうでしょ？不条理な抑圧から正義を取り戻すためには実力で働きかけるしかありませんもの。実力行使もやむなしですわ。家北刺繍は平和になってなんかいませんわ。そしてそれを取り戻せるのはこの私縁本書しかいないので。まったくうるさいな、おばさんは。とりあえずこれでいいんでしょ？かくして三国の平和は守られたのであった。おはようございます、レイハ様。おはようとし。あら、ここは。レイハ様ったらお茶の間に寝ちゃうんですもん。あらまあ、私としたことが。どうかしたんですか、レイハ様？いいえ、なんだか家北刺繍の民が私の助けを求めていたような気が。そして彼らを救わんと決意を新たにした私の頭を何か槍の石突きのようなものがポカッといい音を立てて殴ったような気が。気のせいじゃないですか？気のせいでしょ。そうですの？今
今の家北はもうレイハ様の手を離れて立派にやってますよ。そうそう。ちょっと文ちゃん。おっと、そういう意味じゃなくて、これ以上はレイハ様のお手を煩わせることもないですって。そうなら私の注いだ愛情は見事実を結んだのですわね。そういうことですね。ならとし、お茶になさい。気を失っていたせいか、お茶を飲んだ気が全くしませんの。はい。えへへ、困った時はやっぱタンポポでしょ。いえいえ、お役に立てたなら何よりです。ファラワはひどい目に遭ってばっかりなのじゃ。そうですね。カズトさん、お嬢様には何かねぎらいの言葉とかご褒美とかないんですか？苦しゅうないぞ。ミユが何かもらえるならタンポポにもご褒美ないと不公平だよな。だったらフーも何か欲しいですね。わーい、やったのじゃ。よかったですね、お嬢様。わらわは蜂蜜が良いぞ。よ、この解消なし。